こんにちは、メガネチャンネルです。今日はですね、キャラクターアニメーターのすすめというタイトルで、僕が普段使っているキャラクターアニメーターの魅力をプレゼンテーションしてみたいと思います。というのも、キャラクターアニメーターなかなか認知度がなかったりとか、面白いんだけど、その魅力を分かりやすく伝えてくれているものってなかなかないので、作ってみようと思いました。それでは始めていきます。まずはですね、キャラクターアニメーターは Adobe という会社が開発しているアプリケーションです。Adobe といえば皆さん思いつくのはこういうソフトたちですよね。Photoshop とかイラストレーター、最もメジャーなクリエイティブツールですよね。で、さらに最近は映像を作る人も増えてきました。プレミアで動画編集をしたりとか、アフターエフェクツでモーショングラフィックを作ったりなんていうのも Adobe の製品なんですね。そんな有名なアプリケーションたちの陰に隠れて、キャラクターアニメーターもちゃんと Adobe Creative Cloud の中の一つのアプリケーションなんです。ほら、ウィンドウを開いてみると、ちゃんとキャラクターアニメーターってありますよね。目立たないけどね。なので、Adobe Creative Cloud を持っている方は、ちゃんと使えるアプリケーションなんですよ。キャラクターアニメーターをちょっとググってみました。そうするとこういう文章が出てくるんですけど、キャラクターアニメーターはウェブカメラとマイクを使って唇や目の動きなどあなたの表情をリアルタイムでキャラクターに再現させてアニメーション化しますと。なるほど。この文章ね、すごく考えられている文章ですね。ただなかなかキャラクターアニメーターの魅力ってね、一言じゃ説明しづらいんですよね。そこで、僕なりにキャラクターアニメーターの魅力を一言で表現してみたいと思います。それがこちらです。リアルタイムで自分の絵を動かすアプリケーションなんですね。この言葉の中には3つ大事なキーワードが含まれています。リアルタイムという言葉ですね。そして自分の絵という言葉ですね。で、最後に動かすという言葉です。この3つのキーワードに分けてキャラクターアニメーターの特徴、魅力を僕が説明していきたいと思います。まず1つ目はリアルタイムという言葉ですね。そもそも絵を動かすということはアニメーションを作るということになります。皆さんアニメーションって聞くとどういうイメージを持たれますかね。こうやってちょっとずつ微妙に違う絵を連続で表示させて絵を動かすというのがアニメーションの基本です。パラパラ漫画みたいな感じですよね。だからアニメーションって作るのすごい大変ですよね。キャラクターアニメーターの最大の特徴はモーションキャプチャーの技術を使っているというところにあります。モーションキャプチャーと聞くと皆さんこういうイメージを持たれるんじゃないですかね。キャラクターアニメーターは全身タイツは着なくても大丈夫です。ウェブカメラがあればキャラクターアニメーターのモーションキャプチャーを始めることができます。ウェブカメラはやはりコロナの影響もあってここ1年で随分一般の家庭にもね普及したかなというふうに思います。だからキャラクターアニメーターを使うベース、土台はもう皆さんのご家庭にあるんですよね。これキャラクターアニメーターの画面なんですけど、右上の小さい四角、赤枠に今囲われたところですね。ここにウェブカメラで撮影された自分の姿が映っていると思ってください。ここでモーションキャプチャーで動きを捉えて自分の動きと連動して画面上のキャラクターがリアルタイムで動く。これがキャラクターアニメーターの最大の特徴の一つです。二つ目は自分の絵ということですね。絵のことをキャラクターアニメーターではですね、パペットというふうに呼んでいます。人形劇のぬいぐるみのことですよね。この人形に演技をさせていくのがキャラクターアニメーターなんですけど、まずキャラクターアニメーターを開くとですね、たくさんのパペットのテンプレートが入っています。これらのテンプレートを使って自由にアニメーションを作ることは可能です。ただ、どうせせっかくやるなら自分のオリジナルのキャラクターでやってみたいですよね。このキャラクターの作り方がまずね、最初のハードルになるんですけれども、キャラクターのデータの作り方はコツを覚えれば非常に簡単です。まず使うアプリケーションは Photoshop か Illustrator のどちらかです。で、レイヤーという機能を活用します。
キャラクターを形作っている体のパーツ、顔のパーツをレイヤーに分けて作るというルールがあるんですね。レイヤーというのは透明の紙が重なっているようなものですね。この絵を見てください。僕の顔なんですけど、これは Photoshop で作られています。この顔はですね、Photoshop 上で右に書いてあるようなレイヤーに分かれて描かれています。まず大きく顔の輪郭があって、例えば鼻であるとか、右眉、左眉、右目、左目。目は目の中に目玉や瞳や瞬きやまぶたといったような、さらに細分化されたパーツを分けることができますね。あと口です。口は喋る言葉の発音に合わせて全部で14種類の口の形を描く必要があります。まずは皆さんこちらを参考に Photoshop やイラストレーターでレイヤーに分けて自分のオリジナルのキャラクターを作ってみてください。それができたらですね、次です。3つ目、動かすというところですね。キャラクターを動かすためにはある設定が必要になります。それがリギングと呼ばれるものですね。これはキャラクターアニメーターの画面なんですが、左側はキャラクターのレイヤー構造になりますね。右側はタグと呼ばれる体の部位や体のパーツを指定する画面なんですけれども、例えば、はい、今赤枠で囲われたところは、ライトアイ、つまり右目のレイヤーのフォルダになります。ライトアイと書かれているフォルダの中に、ライトプペル、これは瞳という意味ですね。で、ライトブリンク、これは瞬きという意味です。で、ライトアイボール、これは目玉という意味ですね。右側の今赤枠が出たところで、右目の指定をするところになります。あと、こちらで瞬きの指定ができますね。つまり、このレイヤーは、この体のパーツだよという指定をしてあげることをリギングと呼ぶんですね。そうして指定が終わるとですね、はい。こちらの画面でリアルタイムでモーションキャプチャーの技術を使いながら自分の動きに合わせてキャラクターがリアルタイムで連動して動かすことができるようになります。キャラクターアニメーターでは主にこういったアニメーションを作ることができます。まずカメラの前で自分が動けばキャラクターもそれに合わせてリアルタイムで頭を動かしてくれます。さらに表情を変えることもできます。悲しい表情や怒った表情、笑った表情などですね。腕を動かしてキャラクターの感情をよりリアルに表現することもできます。身振り手振りでね。あと喋らせることもできます。音声データを取り込んで、その音声データをキャラクターアニメーターは自動で解析して音の発音に合わせて口の動きを自動で割り当てることができます。リップシンクと言いますね。さらに歩くといった顔だけじゃなくて体全体を使った動きを設定することもできます。キャラクターアニメーターで動かせるようになったキャラクターは録画をします。演技の録画ですね。キャラクターアニメーター上で収録した演技のデータはシームレスにアフターエフェクツやプレミアの方にリンクさせることができます。僕なんかはキャラクターアニメーター上で演技をして、そのデータを最終的にプレミアにリンクさせて、プレミア上で実写と合成して YouTube の動画を作ったりしています。さあ、いかがだったでしょうか。キャラクターアニメーターの魅力を3つに分けてお話ししてみました。で、僕の過去の動画で VTuber の作り方というタイトルで全部で4本キャラクターアニメーターのチュートリアルの動画を載せてあります。それ以外にもいっぱいありますので、この動画でキャラクターアニメーターちょっと面白そうだな、やってみようかなって思ってくれた方は見ていただけると幸いです。さあ、あとは挑戦あるのみです。まずはとにかく触ってみてください。最初は難しいと感じることもあるかと思いますが、でもね、自分の描いたイラスト、キャラクターが生き生きと動く姿を見るとですね、すごく嬉しいんですね。これは他のアプリケーションにはない魅力、感動が得られることができますので、試してみてください。はい、それではプレゼンテーションは以上になります。よかったらチャンネル登録や評価の方よろしくお願いいたします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。